皆さん、さやかです。今日のマークサイロストインワールドでは、去年アメリカディズニーに導入された比較的新しいサービス、ディズニージーニーについての完全攻略ガイドをお届けしたいと思います。それでは行きましょう。Welcome back to Mark Sailor Lost in World! ディズニージーニーは去年の10月にウォルト・ディズニー・ワールドとディズニーランド・リゾートに導入された新しいデジタルサービスで、このサービスが導入された時に私たちはディズニージーニーについてまとめた完全攻略ガイドを作ったんですけど、この1年で特にディズニージーニープラスには結構な変更やアップデートがあって、その最初のビデオでシェアしたいくつかの情報はもう古くなってしまいました。私たちはディズニージーニープラスに変更があるたびにそのお知らせの動画を配信してはいるんですけど、一つの動画に全ての情報がまとめてあった方が皆さんにとって便利かなと思ったので、今回またこうやって新しくディズニージーニーについての基本情報や使い方について説明していきたいと思います。さっきも言ったようにディズニージーニーは比較的新しいサービスで、特に有料版のディズニージーニープラスを使いたい場合は前もって勉強しておかないと最大限に有効活用できないので、ディズニージーニーエキスパートになれるように最後までこの動画を見るのを忘れないようにしてください。それではまずはディズニージーニーサービスについての基本情報から入っていきたいと思います。ディズニージーニーはゲストがパーク内で最高の一日を過ごせるように作られたデジタルサービスです。そしてディズニージーニーはディズニーワールドではマイディズニーエクスペリエンスアプリ、ディズニーランドではディズニーランドアプリの一部になっていて、マイディズニーエクスペリエンスアプリかディズニーランドアプリをダウンロードすると使うことができます。ディズニージーニーサービスには無料版のディズニージーニーと2つの有料版ディズニージーニープラスとインディビジュアルライトニングレーンのこの3種類あるので、今からそれぞれについて説明していきたいと思います。まず最初にディズニージーニーです。ディズニージーニーはこの3種類の中で一番ベーシックなバージョンで無料で誰でも使うことができます。そして無料だからといって全く役立たずなわけではないです。無料バージョンにも結構たくさんの機能がついているので、今からそのそれぞれの機能について簡単に説明していきます。まずはティップボードです。ティップボードではショーの時間をチェックしたり、アトラクションのリアルタイムの待ち時間を見たり、アトラクションの予測待ち時間を見たりできます。ここで予測待ち時間についてもう少し。なんと天気予報みたいにジーニーはそれぞれのアトラクションの1日を通しての待ち時間を予測してくれます。なのでどの時間が一番待ち時間が低いのかまたは高いのかを一目で見ることができます。これは 100% 正確ではないんですけど、皆さんのパークでのプランニングをする上でとっても役に立ちます。そして次にティップボードのダイニングセクションです。ダイニングティップボードではレストランを予約をしたり、モバイルオーダーを通したり、レストランのバーチャルウェイトリストに入ったりすることができます。そして次にディズニージーニーには皆さんのパーソナリティややりたいことを事前に伝えておくと、ジーニーはそれをもとに皆さんのパークでの1日のプランを提案してくれます。そしてこのプランはフレキシブルなので、例えば特定のアトラクションの待ち時間が下がったからそのアトラクションをおすすめするといったように、ジーニーはパークで何が起こっているかによっておすすめのプランを調節してくれます。しかしここで覚えておくべきなのは、ジーニーは AI なので完璧ではないということです。なので例えば皆さんの乗りたいアトラクションを提案してくれなかったり、興味のないアトラクションをおすすめされたりっていうこともあります。実際に私たちはアニマルキングダムでディズニージーニーを使っていると、乗りたいって希望してもないカリーリバーラピッドをおすすめされて私たちは乗りたくなくて乗りたくなかったので、これには興味がありませんっていうボタンを押したんですけど、それでもスクリーンを何回リフレッシュしてもカリーリバーラピッドがずっとおすすめされ続けたので、もうジーニーの提案は無視してましたなのでジーニーに頼りっきりにならず、自分でもリサーチをしておくことが大切です。そうは言っても無料版のディズニージーニーは皆さんのパークでのプランニングをスムーズにしてくれ、いくつかの機能はとっても役に立ちます。それでは次にディズニージーニープラスです。ディズニージーニープラスはこのプランニングツールの有料のプレミアムバージョンで、ディズニーワールドでは1人1日につき15ドル、そしてディズニーランドリゾートでは1人1日につき20ドル払うと対象のアトラクションのライトニングレーンエントランスにアクセスできます。ライトニングレーンは通常のスタンドバイラインとはまた別の列で、ライトニングレーンを使うと通常の列より短い待ち時間でアトラクションにアクセスできます。基本的には昔のポストバスラインのようなものです。ディズニージーニープラスのライトニングレーンは乗り物だけでなくショーやキャラクターとのミート&グリートにも使うことができます。全てのディズニージーニープラス対象のアトラクションをここで言っていったらすごく長くなってしまうので、ここでは言いませんが、全ての対象のアトラクションのリストはディズニーワールドやディズニーランドのウェブサイトで確認することができます。
それではこれがディズニージーニープラスのベーシックなんですけど、ディズニージーニープラスについてはもう説明したいことがたくさんあるので、使い方やルールについてはまた後の方で説明していきたいと思います。そしてディズニージーニーの無料版にはもう一つあって、これがインディビジュアルライトニングレーンまたは ILL です。これはインディビジュアルアトラクションセレクションでおなじみの方もいると思いますが、今はインディビジュアルライトニングレーンと呼ばれていますさっきディズニージーニープラスを購入すると対象のアトラクションのライトニングレーンにアクセスできると言いましたが、最新のアトラクションや人気のアトラクションはディズニージーニープラスには含まれていません。そしてこれらの人気のアトラクションの列をスキップしたいなら個別のライトニングレーンを購入しないといけません。例えばライズ・オブ・ザ・レジスタンスの列をスキップしたかったら、この1つの列を1回スキップするためにインディビジュアルライトニングレーンを購入しないといけないということになります。レストランに例えるとディズニージーニープラスがセットメニューで、インディビジュアルライトニングレーンがアラカルテですそしてインディビジュアルライトニングレーンは1人1日につき2つまで買うことができます。今のところディズニーワールドの全てのインディビジュアルライトニングレーン対象のアトラクションはマジックキングダムのセブンディズニーワールドのウェブサイトで確認してください。インディビジュアルライトニングレーンの値段はそれぞれのアトラクリワインドのオープン初日のライトニングレーンは今までで一番高い17ドルでした。だけど初日以降は値段が下がったので、トロンも初日が値段が一番高くて、その後は下がるっていう可能性が高いです。それでは3種類それぞれのディズニージーニーサービスについて説明していきましたが、有料版のディズニージーニーに関してはディズニージーニープラスだけを買ってもいいし、インディビジュアルライトニングレーンだけを買ってもいいし、もちろん両方買うこともできます。それでは今からディズニージーニープラスの使い方について説明していきます。ディズニージーニープラスはディズニーワールドでは皆さんがパークに行く日の夜の12時に購入開始できます。ディズニージーニープラスは数量限定で売り切れることもあるので、特に混んでいる時期に行く場合は早めに購入することをお勧めします。インディビジュアルライトニングレーンはディズニーワールドゲストなら朝7時に、そしてそれ以外のゲストはパークのオープン後に購入開始できます。ディズニーランドではパークに行く全部の日にディズニージーニープラスを使いたいなら、事前にテーマパークチケットパッケージにディズニージーニープラスを追加することができます。しかし全部の日にディズニージーニープラスを追加したくない場合は使いたいその日に購入することになりますが、ディズニーランドではディズニーワールドのようにジーニープラスが売り切れることはあまりないみたいです。そしてディズニーランドではインディビジュアルライトニングレーンはパークに入ると購入できるようになります。ディズニージーニープラスまたはインディビジュアルライトニングレーンの購入方法についてはスクリーン画像付きで説明している動画が別にあるので、気になる方は見てみてください。そしてディズニーワールドではディズニージーニープラスを購入するとリゾートゲストであろうとなかろうと最初のライトニングレーンの予約は朝の7時に開始できます。ディズニーランドではパークに入ると最初のライトニングレーンが予約できるようになります。ライトニングレーンを予約するにはディズニージーニーページのティップボードをクリックします。ここでパークが皆さんの行きたいパークになっているか確認して、違うパークならパークを変更します。そしてライトニングレーンを使いたいアトラクションを見つけてクリックします。するとここで選択したアトラクションのライトニングレーンの次の予約可能な時間が見せられます。以前のアップデートの前はアトラクションのリターンタイムを選ぶことができましたが、私が今この動画を撮っている時点ではもうリターンタイムを選ぶことはできません。この見せられている予約可能時間を選ぶしかないです。そして次に皆さんのマイディズニーエクスペリエンスアプリでリンクされている人の中から誰がこのライトニングレーンを予約するか選んで予約完了です。インディビジュアルライトニングレーンの購入方法もディズニージーニープラスのライトニングレーンの予約方法と同じようなプロセスになっていますが、アシスタンスが欲しければさっき言った動画をチェックしてみてください。ジーニープラスのライトニングレーンはリターンタイムが選べないと言いましたが、インディビジュアルライトニングレーンのリターンタイムは選ぶことができます。しかしインディビジュアルライトニングレーンも特定のタイムスロットが売り切れたりとか、またはこのインディビジュアルライトニングレーン全体が売り切れることもあるので、乗りたいアトラクションのインディビジュアルライトニングレーンは早めに購入するようにしてください。それでは次にディズニージーニープラスを使ってライトニングレーンを予約していく際のルールについて説明していきたいと思います。まずルール1、ライトニングレーンの予約は一度につき1個のみ可能です。そして最初にライトニングレーンを予約すると120分ルールに沿って次のライトニングレーンを予約していくことができます。ここでルール2、120分ルール。一度ライトニングレーンを予約してから次のライトニングレーンが予約できるのは、まず1、持っているライトニングレーンを使った場合、2、予約したライトニングレーンのリターンタイムが過ぎた場合、これはどういうわけかアトラクションに乗らなかった場合、または時間を過ぎてしまった場合です。または3、パークオープニングからまたは最後にライトニングレーンを予約してから120分が経った場合、
アトラクションのリターンタイムが2時間以内に来るなら、そのライトニングレーンを使った後すぐに次のライトニングレーンを予約することができます。でもリターンタイムが2時間以上後なら、そのライトニングレーンを使っていなくても最後に予約した時から2時間または120分経てば次のライトニングレーンを予約することができます。しかしですね、この120分はパークがオープンしてからスタートします。なのでですね、朝7時に最初のライトニングレーンを予約したら、その9時に次のライトニングレーンが予約できるというわけではありません。例えば皆さんの行くパークのオープン時間9時なら、その2時間後11時がその最初の120分になります。これについてはもう少し説明していきたいと思います。皆さんが朝7時にハリウッドスタジオのスリンキードッグダッシュを予約したとします。そしてこの日ハリウッドスタジオは朝の9時にオープンします。もしスリンキードッグダッシュのリターンタイムが10時なら、このライトニングレーンを使った後すぐに次のライトニングレーンを予約できます。でももしスリンキードッグダッシュのリターンタイムが1時だった場合、この場合9時のパークオープンから2時間以上リターンタイムが来ないじゃないですか。なので9時から2時間後の11時に次のライトニングレーンを予約することができます。1時まで待たないといけないというわけではないです。この場合は2つ目のライトニングレーンを11時に予約した時点で、最初の1時がリターンタイムのスリンキードッグダッシュのライトニングレーンをまだ使ってないことになるので、一度に2つのライトニングレーンを持っていることになります。なのでさっき言ったようにライトニングレーンの予約は一度につき1つですが、一度につき複数のライトニングレーンを持っているということもありえます。この120分ルールは、とっても複雑なので覚えるのが大変なんですけど、なんと皆さんにいいニュースがあります。最近のアップデートのおかげで今はディズニージーニーページの上の部分に皆さんの次のライトニングレーンが予約できる時間が載っています。なので次いつ予約できるかっていう計算をしなくてもここをチェックしていれば大丈夫です。そしてですね、インディビジュアルライトニングレーンは1日につき2つまで購入できると言いましたが、インディビジュアルライトニングレーンには120分ルールはないです。なのでインディビジュアルライトニングレーンは売り切れてない限りいつでも購入できます。覚えておいてください。ディズニージーニープラスとインディビジュアルライトニングレーンは全く別物です。そしてルール3、同じアトラクションのライトニングレーンを1日に2回予約することはできません。一度スペースマウンテンのライトニングレーンを予約したら、その後にまたスペースマウンテンの予約をすることはできません。もし同じアトラクションに2回乗りたい場合は、通常のスタンドバイラインを使って乗ることができます。インディビジュアルライトニングレーンもこれと同じで、それぞれのアトラクションの ILL は1日につき1回のみ利用できるので、同じ日に2つ購入することはできても同じアトラクションを2回買うことはできません。ルール4、ジーニープラスとライダースワップは一緒に使うことが可能です。ライダースワップはアトラクションに乗りたくないメンバーがいるグループが利用できるシステムです。例えば皆さんが5人グループで、そのうちの1人が身長が足りないか乗りたくないかで特定のアトラクションに乗らないとします。この場合メンバー全員5人全員がキャストメンバーのところに行ってライダースワップをリクエストします。そうするとキャストメンバーがライダースワップをセットアップしてくれます。基本的にメンバーの何人かがスタンドバイラインでアトラクションを待っている間、乗りたくないまたは乗れないメンバーとその保護者は後ろで待ちます。そしてスタンドバイラインで待っていたメンバーがアトラクションに乗り終えたら、乗れない人と後ろで待っていたメンバーがその乗った人たちと場所をスワップして、そのアトラクションにまた一から並ばずに乗ることができます。これで全員が乗りたいアトラクションを逃さずに済むので、ライダースワップが小さい子供がいるグループにとっても役に立つシステムになっています。そしてライダースワップはジーニープラスとも並行して使うことが可能です。ただその場合はアトラクションに乗る全員がジーニープラスを持っていないといけません。1人だけがジーニープラスを使って列をスキップした後、残りのメンバーがライダースワップを使って列をスキップするといったようなことはできないです。そして次のルールはパークホップに関する制限です。ジーニープラスは1つのパークから別のパークにパークホップする際も続けて使うことができます。パークホップする際のジーニープラスの使い方は少し複雑なので、例えを使って説明していきますが、パークホップが開始できるのは今のところ2時だということを覚えておいてください。皆さんはエプコットからハリウッドスタジオにパークホップする予定です。そしてジーニープラスを購入しました。最初に行くパークでは自由に好きなようにライトニングレーンを予約していくことができます。なので皆さんは朝の7時にエプコットのフローズンエバーアフターを予約しました。そしてフローズンエバーアフターを乗った後、またはエプコットのパークオープンから2時間経った後、まだエプコットにいるうちにハリウッドスタジオにあるタワーオブテラーを予約したいとします。この場合タワーオブテラーの予約ができるのは、この時点でタワーオブテラーのライトニングレーンのリターンタイムが2時以降になっていたらです。ライトニングレーンは早い時間から順番に埋まっていくようになっていて、人気のアトラクションのリターンタイムはより早く2時に達します。
なのでパークホップするパークにあるライトニングレーンを予約したかったら、乗りたいアトラクションの次のライトニングレーンのリターンタイムのステータスを定期的にチェックしないといけません。それではジーニープラスを使ってライトニングレーンを予約していく際のルールや制限について説明していきましたが、今からライトニングレーンのキャンセルについて簡単に説明していきます。ライトニングレーンは一度予約したら他のゲストを皆さんの持っているリザーベーションに追加したり外したりすること以外は変更はできません。なのでもしアトラクションを変更したい場合は、今一度持っているライトニングレーンをキャンセルして予約をし直さないといけません。キャンセル方法は簡単で、皆さんのライトニングリザーベーションをクリックしてキャンセルボタンをクリックするだけです。しかし持っているライトニングレーンをキャンセルして新しいライトニングレーンを予約するのはギャンブルでもあります。なぜかというと、キャンセルして新しいライトニングレーンを予約するまでに、そのキャンセルしたライトニングレーンと予約しようと思っていたライトニングレーン両方が他のゲストに取られてしまう可能性があるからです。なのでキャンセルする場合は、その狙っているライトニングレーンが取れるように素早く行動してください。そしてインディビジュアルライトニングレーンはキャンセルできません。もう買ったら使うしかないです。 ILL の返金がもらえる唯一の状況は、その購入した ILL のアトラクションが運行休止になって一日中再運行されなかった場合です。そうなった場合はパークの前にあるゲストサービスのキャストメンバーに助けを求めてください。それではディズニージーニープラスのライトニングレーンについて詳しく説明していきましたが、ディズニージーニープラスの購入で使えるのはライトニングレーンだけではありません。ディズニージーニープラスには2つの特典がついてきます。まず1つ目は AR レンズです。これは写真やセルフィーを撮る時のフィルターのようなものです。いくつかのレンズは購入後45日間まで使うことができますが、特定のパークにいる時にしか使えないフィルターもあるので、そのパーク限定のフィルターが使いたかったら当日に使うのを忘れないようにしてください。2つ目はオーディオテールで、これはアトラクションやパークについての面白い事実や裏話を聞くことができるオーディオエクスピリエンス機能です。いろんなパークエリアの中でアプリの中の小さなヘッドフォンのマークをクリックするとオーディオテールを聞くことができます。ディズニーランドではジーニープラスの購入で AR レンズの代わりになんと制限なしのフォトパスダウンロードがついてきます。もし皆さんのグループの1人だけがジーニープラスを購入したとしても、キャストメンバーが撮った全部のフォトパスフォトをダウンロードすることができます。ディズニーワールドのメモリーメーカーは169ドルから199ドルで、個別のフォトパスフォトは16ドル59セントなので、それを考えるとディズニーランドでのジーニープラスの購入はこの特典1つだけでもかなりお得だと思います。ディズニーワールドの AR レンズもいいんですけど、個人的にはディズニーワールドのディズニージーニープラスの特典もこの制限なしのフォトパスダウンロードにならないかなと思いますさて長かったですが、これでディズニージーニー、ディズニージーニープラス、そしてインディビジュアルライトニングレーンのガイドは以上になります。頑張りましたもしこの動画が少しでも役に立ったらいいねボタンを押してくれるととっても嬉しいです。そして今日説明した全ての情報が私が今この動画を撮っている時点での情報になっています。この先また新たな変更やアップデートがあって、今日このビデオでシェアした情報が古くなる可能性もあるので、そこはご理解ください。ですが何か変更やアップデートがあった際は新しい動画を作ってお知らせするので、まだマークサイロストインワールドにチャンネル登録をしてない方はこの機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そして最新情報を見逃さないようにこのチャンネルの通知をオンにしておいてください。それでは見てくれて本当にありがとうございました。またいつも通り何か質問やわからないことがあればコメント欄で教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Make today magical! Bye!